こんにちは。好きなスキルランキングの紹介やっていきます。企画内容はタイトルそのまんま、我々が好きなスキルをランキングで紹介するよ。ダメージ効率がどうとか細かい検証はしてません。あくまで好きかどうかなので。で、投稿者は主に体験とチャーク使いだから、選定されるスキルもそれらが中心になるよ。ガンナー系はほぼ使っていないので、専用スキルはあんまり期待しないでいただければと。じゃ、早速第10位からいってみよう。第10位は、唯一無二の効果を持つ複合スキル、混合体がランクインだ。基本的な効果は耳栓と風圧傷無効ですが、ダメージリアクションを1段階軽減してくれます。猫飯でも同じような効果をつけられるが、全部入ってるのは当然このスキルだけだね。まず、単純に耳栓の有用性が高いので、耳栓の代わりにつけられる点が評価できますね。それからリアクション軽減だが、尻餅がのけぞりで済むのが大きいね。特にラージャン戦では、振り向きの足で尻餅ついて、そのまま大技食らったりするからな。総合して、費用対効果の高さが魅力のスキルですね。装飾品の重さ自体は聴覚保護と変わらないし。採用例としては、やっぱり体験用が一番かな。GX ハンターに当たり前のようについてくるからね。銅ガスで不動4ってのがやばいんですよね。適当に倍化すれば発動します。ただもちろん、体験以外でも有用性高いスキルなので、耳栓代わりに採用されることも多いです。こっちは防具さえ許せば、って感じだね。GX ハンターがやはりずるすぎる。第9位は回避性能プラス1。B ボタンの回避による無敵時間を延長するスキルだ。性能3までありますが、ほぼ1までしか使ってません。2まで上げるくらいなら3まで行きたいですね。あ、ちなみに MH4 は 60fps で動作しますが、無敵時間のフレームとして正しい表記は不明です。少なくとも、性能1で3分の5倍になるのは確かなようだ。1.5 倍以上だから体感だいぶ変わるね。選定理由としては、やっぱりガード負荷武器に積んで安定性を高めるのが狙いかな。攻撃によって避けた後チャンスにできるものもあります。場合によって攻撃スキルに変換できるのが強いですね。体験とか一部の武器種以外は幅広く採用できるが、特に総中魂との相性が良いと感じるな。こんならスキルに余裕ありますからね。性能1程度なら問題なく積めることが多いです。あとはガンナーでも使えると思う。弓あたり相性いいのでは。第8位は攻撃力アップ。効果はそのまんまだね。非常にシンプルな効果ですが、わかりやすく火力が上がる人気スキルですね。スキルポイント分、武器倍率を上げることができます。余った枠に入れられるだけ入れることが多いですかね。発動の条件がないから、どんなシチュエーションでも安定した火力向上になるのがいいとこだね。基礎的な火力スキルとして見切りもありますが、武器倍率400以下は攻撃の方が効果が大きいです。もちろん属性改心と合わせる場合とか、例外はいくらでもあるけどね。発動の優先度はどうしても高くならないけど、あまりの枠で採用するには優秀なスキルだ。発動自体は手軽にできますからね。火力てんこ盛り構成にもおすすめ。あ、そうそう、攻撃が優先されるケースももちろんあるよ。他のスキルが機能しづらい時ね。右上の例は対テオ用の体験装備なんですが、挑戦者の代わりに攻撃台をつけてますね。テオは頭ひるみで怒り解除されちゃうので、攻撃の方が発動機会が多いというわけです。それと、早く再び怒らせたいってのもある。テオは火狩りのがチャンス少ないからな。第7位はガード性能にしたよ。ガードでのけぞりにくくなるスキルね。モンスターは攻撃ごとに威力値が設定されており、当然、これが高いほどのけぞりやすくなります。チャークやランスは素のガード性能が高いので、プラス1でも色々な攻撃のリアクションが軽減しますね。我々はチャーク使いというのもあって、ガードを生かした立ち回りの幅を広げられるよ。というより、惰性がないと窮屈に感じることが多いかもね。特に攻略中は。ストーリーだとプラス1はあると便利でしたね。10違うと体感だいぶ変わります。もう一つ、これも似たような理由だけど、ガードスキを減らせば逆に攻撃チャンスになる。ギルクエではティガレックスの大方向ですね。チャーク限定ですが、GP 放出のために惰性必須です。他スキルとの噛み合いが若干悪くて、スキル自体は重いのが難点かな。第6位は砲術師がランクイン。いろんな効果が含まれたスキルだね。ガンス、チャーク、ボウガンにしか効果がありません。しかも、効果の大きさはそれぞれ異なっています。見てわかる通り、チャークの補正だけ高いんですよね。瓶だけとはいえ、1.3 倍は破格です。砲術王以降は 0.05 倍刻みでしか増えないんだ。チャークなら砲術仕留めが一番効率いいよ。榴弾チャークにとっては超絶コスパの良い火力スキルです。
とりあえず積むくらいで問題ないでしょう。後半になればなるほど、榴弾の火力は上がるからな。砲術の効果も加速度的に高くなっていく。これについては特に何も考えることなく、装備組の時は優先的につけてるね。TA でも採用されないところはほぼ見ませんね。めちゃくちゃ便利なスキルです。第5位は、居合術力だ。力とあるが技はない。抜刀力と納刀の複合スキルです。まあ、ほぼほぼ体験専用スキルですね。抜刀力は微妙に発動しづらいので、こちらの方が軽いし発動しやすいです。これがあると、体験でもスタンを取る選択肢が生まれて、能動的に攻撃チャンスを作ることができるね。1スタンもあればフルコンボ入りますからね。体験にはかなり恩恵が大きいです。それと、匠の用意問わずつけやすいのもいい点だ。発掘防具とカイザー X があるからな。カイザーは初期からテンプレが存在していました。ストーリー中でもかなり強力です。体験でスタンが通る相手なら、ほぼこれをつけてるかな。ギルクエではほぼテンプレ化してるね。肝心のラージャンはほぼスタンさせられませんが、取り巻きには大体有効ですね。第4位、真剣一体。これも複合スキルだね。心眼と技物という切れ味関係の複合になってます。目的が近い組み合わせは採用しやすいですね。これのいいところは、相手の肉質によらない点だ。硬い部位も柔らかい部位も腐らない。複合スキルらしくコスパに優れています。それぞれ発動方法は豊富ですけどね。真剣一体自体、発動は難しくありません。スタナイ一式か発掘で対応可能です。スタナイについてるのはでかいよな。火力スキルと簡単に両立できる。これを使うなら、硬い部位を持つ相手に対して立ち回りを快適にするためにつけたいね。やはり、片手や総中根で輝くと思います。これらはスタナイとも相性いいし。第3位も複合スキルだ。真打ち登場。言わずと知れた有用スキルの組み合わせですね。匠と攻撃体が発動します。我々は 4G の用匠武器はこのスキルで存在意義が保たれていると思っています。まあ、スムラ発掘とレギオス武器のせいなんだけど、匠だけつけるのとにかく重くて嫌なんだよな。発掘防具的にはちょっとポイントが重いんだけど、それでも単体のコスパの点では最強クラスだね。発動スキルは30ポイント分ですからね。よく考えるとぶっ飛んでますね。採用はもちろん用匠の武器全般にだ。特に発掘においては重要な存在。スムラ発掘はボーナスついたりしますからね。攻撃台でなんとか食らいついていきましょう。第2位、条件付きだが効果は絶大。挑戦者プラス2。気をつけたいのはプラス1でなく2というところです。火力の上昇率が全然違います。怒り値限定ではあるけど、火力の伸びはピカイチ。攻撃長と見切り3に相当するよ。倍率350だと 12.5% 期待値が上がります。強化幅すごいですね。おまけに4シリーズのシステムとも噛み合ってる。恐竜症にかかったモンスは切れやすいからな。戦闘の大半起こってるとかザラですからね。挑戦者はかなり発動しやすいです。これは火力スキルとして幅広く採用できるね。少なくとも、ギルクエではほぼ腐らない。一部クエでは常時怒り状態なんてのもありますしね。そういう相手には最優先でつけていきましょう。第1位、やっぱ MH4 といえばこれだよね。弱点特攻。肉質が45以上の時に5加算します。ダメージだけでなく実際に柔らかくなりますね。適用は多くて 2V がいいとこですが、ラージャンは全部で発動しますね。やっぱ、ギルクエでの汎用性の高さが弱特の魅力だね。ラーにテオにオウガにティガに、何でもありだ。肉質を加算する関係で、肉質が45に近いほど、ダメージの向上率は高くなっていきます。ラーの前足と後ろ足、テオの後ろ足などは45なので、人気モンスにことごとく効率よく効くんですよね。スキルとして軽いのも魅力的だね。搭載されてる防具も多いし。10ポイントでこれはコスパ抜群です。装飾品関連も作りやすいし。とにかく汎用性が高すぎるから、火力スキルとして最優先で採用したいね。他に補助スキルをたくさんつけたい場合でも、最低限弱特だけは確保しておきたいですね。一方で、肉質が極端に柔らかい部位が相手では、ダメージの上昇率がいまいちになることもあります。まあ、これもレアケースだけどね。肉質100としても、会心 20% 相当の期待値向上になる。それと、超大型だとそもそもうまく発動しなかったりする。ダラーシュ、お前のことだよ。総合して最高の火力スキルであることは変わりませんね。MH4 からずっと人気のスキルです。というわけで、結果はこんな感じでござんした。案の定というか、定番スキルばっかりになりましたね。変なスキルも好きは好きなんですけど。
これらは普段見てるだけあって思い入れあるからな。これが単純接触効果か。ストーリー攻略中だと、火星や耳栓あたりが上位になります。一からやってみて本当に助けられたので。そうね、これはあくまで最終環境での結果だから、進行具合によって変わるところは大きいかもな。イベなしとかも含めると、そもそも発動怪しいやつもありますしね。そういや、一応11位以下も考えたのですが、ぶっちゃけあんまり思いつきませんでした。使ってる頻度が低いやつはどうしてもね、企画に耐えうるのは10位が限界だろうな。11位以下も気が向いたら動画で触れることにするよ。ほいじゃ、次の動画で。またね。